この動画はアルティウムの提供でお送りします。Amazon で電子部品売っていますが、その品質実際どうなのっていうことで今日は買ってみました。買ってみたのはこの部品です。日本ケミコン製の電解コンデンサー。商品ページを見てみると怪しさ満点ではありますが買ってみました。ちなみに Amazon マーケットプレイスで販売されているものです。販売業者は中国の業者でした。まず見た目ですが、包装は、汚いですね。こういう風な小分けの袋に入った状態で来ました。見た目ですが結構汚いですね。定格は 63V 22000マイクロファラッドと 63V 12000マイクロファラッド、それぞれ2つ購入しました。全体的に傷や擦れなどがあって汚いです。この天板の部分を見ても傷があります。こちらのハンダ付けする面についても結構汚いですね。汚れがついています。前回の動画でコラボした日本ケミコンから電解コンデンサーをもらいました。左が日本ケミコンからもらったもの、右が今回購入したものです。印刷のクオリティも雰囲気違いますね。黒い方のスリーブはこんな感じ。底面の部分を見てみると汚れが結構目立ちます。こちらの端子の部分について使用感がありますし、若干ハンダが乗っているようにも見えます。なので、もともと基板に乗っていたものを取り外して再販されたような、そんな雰囲気がします。こちら個体によって重さが違います。59g、68g、全然違いますね。こちらの黒い方についてはもっとひどくて、71g、54g と、もうすごい重さのばらつきがあります。前回の日本ケミコンのコラボでもらった電解コンデンサーの重さも比べてみます。静電容量と定格容量は違いますが、どのくらいのばらつきがあるかを見てみます。87.7g、87.3g、87.1g、86.9g。重さのばらつきはほとんどありません。今回 Amazon から購入した電解コンデンサー、おそらく中古品、しかも製品のばらつきはかなり大きいです。これは中古品だからかもしれません。ですけども、こちらの茶色の電解コンデンサーについては、ハンダ付けを取り外した跡などはありません。多分新品だと思います。まずこの電解コンデンサーが本物かっていうところからですね。日本ケミコンのウェブページで販売チャンネルを確認できます。Amazon は販売チャンネルには入っていません。前回の動画で日本ケミコンとコラボしましたが、そのルートを使ってこちらの電解コンデンサー本物かどうか確認しました。まず結論から言うと、こちらの電解コンデンサーすべて偽物です。どこが偽物なのか、日本ケミコンとコラボしたからといってそこまで教えてくれるわけではありません。また皆さんがですね、出所のわからない電解コンデンサーを日本ケミコンにこれは本物かどうかを確認するという行為は迷惑なのでやめるようにお願いします。正規チャンネルから購入するように日本ケミコンから案内が出ていますし、偽物か本物かどうかそういったことは教えてくれません。これ仮に教えてしまうと偽物を販売する業者に正解を教えてしまうからです。そもそも日本ケミコンが正規の販売チャンネル以外での購入はしないでくださいと注意しているので、基本的にそれ以外からは買ってはいけません。これどんな電子部品にも言えますね。基本的に正規の販売チャンネル以外から買うというのはあまりおすすめはしないんですね。今回電解コンデンサでしたけども、半導体なんかは特にですね、偽物が出やすくて、例えばアメリカのテキサスインストゥルメンツなんかは販売特約店以外の二次店ですね、そういったところから部品購入できなくなっています。販売特約店から買うか ti.com で、直接買うかのどちらかになってしまってますね、現状だと。今回は自分から偽物をつかみに行きましたけども、こういった偽物をつかまされて、それをですね、例えば製品とかに使っても、もう基本的にはですね、全部自分の責任なんですね。それどころか偽物を販売している業者に利益を与えることになってます。電解コンデンサーは寿命や性能が担保されていないと壊れた時に電源全体やそこにつながっている負荷を巻き込んで壊れることもあります。結構悲惨ですよね。なので性能が保証されている正規品以外を使うというのはダメです。日本ケミコンの担当者も言っていましたが、偽物や模倣品には頭を抱えているとのことです。ここにケミコンとのコラボでもらった正規品があります。模倣品の電解コンデンサに正規品と似せたスリーブをかけてしまえば、それ使うまでは性能わからないんですね。あとは偽物でも性能は不明ですが、電解コンデンサとしては動作してしまうんですね。なかなか気づきにくいです。例えば模倣品が入った最終製品を使う場合、性能が出ないことというのがあるかと思います。設計が原因で性能が出ていないのか、
それとも模倣品の性能が低くて性能が出ていないのか、判断が非常にしにくいです。原因を見つけるまで時間がかかるので模倣品使ってはいけません。今回は電解コンデンサーでしたが、IC なんかもマークを変えてしまうと見分けがつきにくいです。これは以前 Amazon マーケットプレイスでナショナルセミコンダクター製の IC を使った DC-DC コンバーターを購入した時に偽物が使われていました。次に正規品とどこが違うのか簡単に見てみます。これから話すことは日本ケミコンとは一切関係なくて、個人的にどこが違うのかを見つけたので、その一部を紹介します。ただあまり詳しくは話しません。まずブランドのロゴが違います。フォント、ロゴマーク、細かい部分見てみるとかなり違っています。次はスリーブの印刷クオリティですね。全く違います。右、正規品ですが、こちらの方が印刷かなり綺麗です。これ以上詳しく話しても偽物販売業者にヒントを与えることになってしまいますので、このくらいにしておきます。次に Amazon の販売ページとレビューをもう少し詳しく見てみます。商品の画像は日本ケミコン製ですが、商品の名前に日本ケミコンの名前はどこにもありません。ページの下の方を見てみると製品の詳細が書いてあります。ところどころ不自然な日本語になっています。次はこの模倣品の中身を実際に見てみます。同じ電解コンデンサーでも重いものと軽いもの2つあります。軽いもの多分ドライアップしてるかと思うんですけど、どうなってるんでしょうか。今回性能テストもやろうかと思ったんですが、やらないことにしました。中途半端に性能が出ていると正規品の部品ではなくて偽物を買う人が出てくると思ったからです。そもそもこういったブランドの偽物を売るのって犯罪ですからね。一応圧力弁はついています。模倣品同じ種類の電解コンデンサーなんですけども、防爆弁の形が少し違います。2つとも分解しました。こちらの重い方にはゴムが充填されていました。実際、電解コンデンサー中のロールが振動するのを防止するためにゴムを流し込むこともあります。もう少し大きい電解コンデンサーだとやってるところもありますね。こんな感じでゴムが流し込まれているので、その分重くなっているということでしょうか。一方で軽い方どうかというと、こちらですね、中身ドライアップはしていませんでした。かなり湿ってしっとりとしています。これ、電解液ですね。中のロールをこういう風にほどいていくと、電解紙が2枚と、陽極白と陰極白がそれぞれ1枚ずつあります。中身は至って普通の電解コンデンサーです。静電容量は高いので、かなり巻き数は多いですし、こちらの陽極白ですね、結構薄めのものを使っています。これ誘電体層が薄いからですね、もっと高圧のものだとパリパリと割れてしまいます。こんな感じで分解しましたが、結構長めのロールが入っていました。茶色のスリーブの方も分解して中身確認します。まず電解コンデンサの素子から出ているこのリード線の本数ですね。こちらリード線合計で2本なんですけど、もう片方の方合計で4本出ています。まず中身からして全く違う電解コンデンサーであるというのがわかります。あと中身をこういう風に出してみると結構劣化してるなっていう感じですね。取り出したこのエレメントの部分については特に乾いているとかそういうことはなくてドライアップしてないですね。もう一方の電解コンデンサーも分解しました。中身この電解液なのか固定するための部材なのか、よくわかりませんが固形化したものが中身にこういう風にこびりついています。一番気になったのは電解コンデンサー内部の素子の部分です。通常電解紙が一番外側になるように巻かれることが多いと思いますが、これはそうはなっていませんでした。陰極白が一番外側に巻かれています。通常の電解コンデンサの場合ですが、電解コンデンサの管は電解液を通して陰極に接続される形になります。なので非常に不安定な接触ですが、管の電位は陰極と同じです。今回分解したものに関しては陰極と管が直接接触できるような形になります。こちらの模倣品の電解コンデンサー、スリーブの見た目は同じですが、中身は全くの別物です。ここのリード線の接続の工法なんかも全く違っています。この電解コンデンサー、どこで作られたものか全くわかりません。体にとって有害な化学物質を含んでいないとも言い切れません。ですので、こちらすぐに処分してしまいます。
今回は Amazon で日本ケミコン製を謳う電解コンデンサーをわざと購入してみました。ここからは Amazon で電子部品を買うことについての意見です。まず Amazon の公式が電子部品を販売するということはあまりありません。電子部品とかを売っているのはほとんどの場合で Amazon マーケットプレイスの業者です。今回日本ケミコン製を謳う電解コンデンサーを販売していたのは中国の業者でした。Amazon マーケットプレイスです。それが偽物だったわけです。しかしながらですね、Amazon で売っている電子部品自体を否定するかというと、そういうわけではありません。今回のように偽物をブランド品として売ることが問題なわけです。それさえ気をつければ逆に Amazon で電子部品は買ってもいいわけですね。Amazon で電子部品を買うメリットは何か？特にはありませんが、強いて言うなら、性能の保証されていないノーブランド品が比較的安く手に入るということです。Amazon は出所のよくわからないノーブランドの電子部品を買う場所というふうに理解しておけば OK です。過去にも電源 IC の模倣品に当たってますから、そういうのに当たる頻度高いかと思います。ちなみにその動画概要欄にリンクあります。というわけで今日のスポンサーの Altium の紹介です。どうぞ。Altium はプリント基板エディターの機能はもちろんのこと、オンラインサーバーでチームと回路図 PCB の共有、回路のデザインレビューもできます。部品在庫をディジキー、マウザーなどでリアルタイムで確認など、プリント基板の設計をより効率的にする機能が満載です。まずは無料体験版があるので、そちらを使って良さそうだったらぜひ職場での導入を検討してみてください。概要欄のリンクから購入してもらいますと割引になります。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。一見の公式 LINE があることを皆さんご存知でしょうか？概要欄にあるリンクから登録できます。LINE からメッセージを送ってもらえればその内容がすべて一見に届くようになっています。送ってもらった内容はすべて確認しています。なので視聴者の皆さんがこんなことをやってほしいとか企画の提案とかそういったものあったら送ってもらえればと思います。企業の人も公式ホームページなどからご依頼お待ちしております。一見の YouTube を企業の PR や工場見学、研究所のアウトリーチ活動、人材採用への PR 活動などいろいろなことに活用できます。ぜひお問い合わせください。視聴者の興味を引きそうな面白い内容をお待ちしております。